ハローテニスファン小野田道久です。こんにちは、鈴木孝夫です。こんにちは、杉山愛です。はい、よろしくお願いします。お願いします。じゃあ今回はフォアハンド編をやっていきたいと思いますけれども、まずはグリップとか、グリップってどう握ってるんグリですか？ップ結構薄いよね、私ね。本当はもうちょっと厚く握りたかったんですけど、普通に下を置いて、真上ぐらい？厚いですかね。真上ぐらい。それはもう現役の時から変わってない。へえ。そうなんだ。俺なんかもうちょっと薄いかなって。薄いイメージあるでしょ。薄いイメージありましたね。そうだけどどんどん薄くなっちゃうので、薄いのがやっぱり嫌で。厚い人はどんどん。いや薄い派。いや激薄いってこっち書いてない。書いてない違う。ねえな。同じ球しかいかないじゃないですか。安定感あった？安定感ありすぎですよ。スタテニグッズ大好評販売中。詳細は概要欄にて。現役時代すごく心がけてたことはテイクバックの速さ、反応速さ、もうパッとどちらかと言ったらもう引いてから足で合わせてって打ち出すっていうのを結構意識してたっていうのはやっぱり速くなればなるほど打ち遅れもあるとこう手でこうなるから私はどちらかというと全体で捉えていきたかったのね。それで大事なことはやっぱ手で引かない、末端で行動していくとやっぱりバラバラしていくので、体を半分に割って、こうどちらかというとこう肩甲骨の前後のこの動かしでこうパッパッパッってテイクバックを引くようにこう転がこう引くよりこうやって引けたら自動的に速い。そうこうやっていくよりもパッてこの方が速いじゃない。だからこれでパッとこう引くっていうのは回すとかないですよね。ない。どちらかというと後ろに行ってからはちょっとこうねループはあるけれども、必ずボールの下からね入れなきゃいけないからこのインパクトの当たりっていうのは縦ガットをしっかりと垂直に入れてこう潰していくっていうイメージはあったんだけど、インパクトで引くときはどちらかというともうパッと引いてから動いて打つの順番。そう結構そういう順番。なんかアイジュっていうと俺結構股関節のイメージがすごくめちゃめちゃやっぱ私肩甲骨と股関節ってどのスポーツでも動きでもすごく重要だと思ってて、だからこの動きはまずは股関節という肩甲骨のこのやっぱ入れ替えっていう意味でパッと引くっていうのはすごく意識してたのと、やっぱ股関節ってめちゃくちゃ大事だと思うので、動きは常にここのバウンス、ここでどれだけ動き出しできるか、足先でちょこちょこやらないでこういけるかっていうのをすごく意識してて、で走り出しもどちらかというと走るのは得意だったからあれなんだけど、ここでこう結構動き出しっていうのそれを意識そう常にここでだから重心とかもここら辺に感じてて。この構えリターンの時によくあるでしょ、テレビとかで見てた。ずっとこうやってるのね。結構これ真似されてた。ずっとこうやってる。しかもね、待ってる時間がね早いの。いわゆるみんながまだ構えてないのに愛ちゃんもずっとこう待ってる。私なんかこうすぐに打たれるのが嫌だったから先に構えてそのスタンスも時にはこう真ん中にしてみたり、ちょっと左出してみたり、いろいろその時でその当時で変わってたんだけど。構えはフォア寄りですかバック寄り？全部フォア。やっぱりバックはもう感覚がめちゃくちゃあったから自然にスッて入るの。で特に両手だからバラバラしないじゃない。ワンユニットでまとまってる。だからパッてやりやすいんだけど、フォアって自由が利くから効きすぎちゃうからこそ難しいっていう。で自分はフォア苦手だったから、だからフォアでどちらかというとフォアで動きやすい構えをしてたかな。あれですか、シングルスでやってる時真ん中のボールは両方で取る感じ？なるべくフォアで取りたかった。それでもやっぱりバックたまに舞い込んじゃうんだけど、やっぱフォアを制するものテニスを制すじゃないけど、やっぱりフォアでやりたかったのと、フォアの方がちょっと隠せるところもあるし、インサイドアウトとかも使っていきたかったから、なるべくここは真ん中のところはフォアで取りたいなっていう頭はあったね。あれはどうですか？ステップは極力出せるなら出したい派？股関節使うんだけど、めちゃくちゃ硬いの私、股関節の。
ここに意識してたのにすごいだから意識してたんだけど、めちゃくちゃこう、使えないから使おうとしたの、勝手に使える人もいるじゃない、だからあえてこの打つ時も股関節を意識してやってたから、でこっちでクローズにするとここがあんまり柔らかくなかったから詰まりやすい、だからセミかオープンかで股関節を指導で使ってる。そうだから上もこれで、下もこの動き、これをなるべくこういうふうに使いたい。なんかお母さんとそれをずっとコートでやってた。最初、もう声がくれたでしょ。ずっとこうやって。そうでもやっぱり動きの大事だよね。大事だと思うの。でみんなトップの選手もこう骨格が違うから打ち方違うけど、使うところは使ってるじゃない、指導がこうやっててもパーンって、これやっぱり来てる、ここだけじじゃないんだよね、こう来て、でだから内側から内側のパワーっていうのが大事だと思う。いいからいいんだ。そう外側でこうなると単なるスウェーで、だけどゴルフと一緒だよ。だからこのやっぱりそう内側のまあ一軸なのか二軸なのか、こっちで入ってこっちでぶつける、こうじゃなくてこう来てこう入りたいっていう。ちょっとねもうちょっと打ちながらちょっと見せてもらっていいですか。でもフットワークちゃんとこうねリズムがいい、リズムがちゃんと合ってる、当たり前ですけどね。そうだから股関節から来てこの蹴りというか、これがうまくきれいに連動がいくと力がすごい伝わりやすい。なるほど。じゃあラスト3球でお願いします。ありがとうございます。なんかまちゃんすごいさ、いい意味でここグッとこうなんか終わった後結構グッと強く引きずる。引きずるかも、このグッて、足であれするからこの後ろ足がさ、やっぱりリズムは足から。足。で今のそのジュニアの子供たちで特に女の子は。ラケットがこうなるじゃないですか。なりますね。これってやっぱりいけないことですか。そのなんだろう、いやこれからジュニアで多分こうなっててだんだんこういう風になっていくと思うんですけど、最初の入り口でみんなこうなんですよ。多分協会の合宿とかみんなね、僕もやってますけど、もう女の子みんなこうなんですよ。これって背中に行きやすいっていうことね。今見てたら、そんな行ってないですよ。こうやってラケットはここぐらいで終わってるんですけど、こういう持ち方になってしまう子っていうのはなんでああなっちゃうのかなって、多分視聴者の方も、多分テイクバックはこうですかこうですかこうですかっていろいろ悩んでる方いると思うんですけど、だから要は間に合ってれば OK なんだけど、どんどんレベルが高くなっていけば、こういうふうにしてったらなかなか打ちたいところで打てないかなっていうのがありますね。じゃあ例えばランキングがその若い頃から上がっていった時に速くなるじゃないですか。そこで何か変えたことある？フォアでは。でもより早く反応して、より早くテイクバックっていうのは意識してじゃあ大きさとかはあんまり変えたりしないのか。あんまり芝の時にはよりコンパクトにするとか、下目とか少しねはあるけど、そんなにすごくこのスピードに対してじゃあ小さくするとかいうのはあんまりなかったかな。それはダブルスでもあんまり関係ない？ダブルスの方がなんかごまかせちゃうっていうのがちょっとあって、パーンっていって前に行っちゃったりとか、なかなかやっぱりストロークとかもシングルスの方が質が求められると思うので、当時ダブルスでもね、そんなにクロス打ちしてる人は女性でも少なかったね。前に出てる人の方が結構多かった。スタイルは私もその次に25歳の時ナンバーワンになって、その後は28でナンバーワンになったんだけど、その時全然プレースタイル違くて、もうちょっといろいろオールラウンド的にやってた。前にも行くけど、後ろもしっかりやるみたいな感じだったから、その時のプレースタイルは違うんだけど。ポジションはもうこれぐらいですか？いつもその現役の時も。現役の時はもうなるべくやっぱり前に入りたかったので、後ろにこんなとこでやるっていうのはない。パワーがなかったからヒット力もないし、だから後ろでやってたところでボールも勢いないし何も怖くないよね、私がここでやってても多分だからどれだけ相手からこう時間を奪って、じゃあテンポも結構早めに入ってた。
だからこそ速いテイクバックが必要で、で相手のタイミングもこう使うっていうのをやってます。カウンターで飛ばしていくっていうことですね。だからどういうボール打ちたいとかどういう攻撃をしたいからどういうなんていうのテイクバックをしますかとか、どのタイミングでしますかだよね。なんかどっちかというとこうやりたいって方が一般の方はもしかしたら強すぎて、でもボールはこう打ちたいんですけど、いやそれだとちょっとうまくいかないと思いますよっていうことが、大きなテイクバックすると大きなパワーを生むんだけど、ここでやっぱり間に合わない、間に合わない。そう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 。大きなテイクバックするんだったらある程度ポジションを下げないと。そうだけどよく走んなきゃいけないし、もっとパワーないと相手を押せないじゃない。だから自分の目指すテニスが何か、でそれにフィットする打ち方っていうのが必然あると思うんだよね。インパクトはやっぱり当然僕らも指導で前だって、それは変わらないですか？変わらないですね。私も現役ちょっと後ろ目だったから詰まること多かったんで、やっぱり前で後ろでこう見るぐらいの感覚が欲しいよね。私なかったからそれ。ちょっと詰まり気味。あ、そう。愛ちゃんの写真見るといつもこういう感じになってる時やめてよ。やめて。でもこれでもフラットにこうやってるから。ここでグッとこうやって腕っぷしで最後それダメなやつ。ちょっと今お話聞きましたけど、そのテイクバックインパクト、フォローとかは意識します？フォロー意識しました。やっぱりなんかこう普通に打ってるとどうしてもフィニッシュもしきれないケースがあったから、どうしてもここまで行くっていうのはたまに振り切れない時は特に。エンドを意識するとそこに持っていく意識はあったかな。なのでちょっと返すとかそういうのって多分プロネーションの意識とか、こうやって理解されてる方も多分視聴者にいるんですけど、ちょっとなんか僕らと感覚がなんかこうやれって言われたことあんまりないですけど、そうないねないね。その方向に対してこうやって持っていく方はね、僕らもそうですけどいるんですけど、こういう癖をやっぱりつけてない方、あとはこうやってくださいって言っても変にこうやっちゃう人とかっていうのがいて、どういうふうにこうフォローするまでこう指導したらいいかなっていう。確かにね、そのやっぱりこうナチュラルにボールこの扱うっていうのはすごい難しいと思うんだけども、やっぱり手のひら感覚だとは思うんですよね。でボールのやっぱりこのインパクトが一番当たる時なので大事で、その大事なこのインパクトをじゃあラケットどうやって入れるかって言ったらやっぱり縦回転、コートに入れなきゃいけないので、パワーをこうバーンってまっすぐいっちゃうとボーンっていっちゃうから、回転をかけなきゃいけない、そのためにはやっぱり縦ガットをいかにしっかりとボールのこう垂直に入れていけるかっていう、でそうするとついこういうふうにやられる方が小手先になっちゃう。でもそうするとカシュッカシュッってなってこうボールに勢いがなく飛ばないので、感覚としては縦ガットでボールを潰すっていうなんかニュアンスで、なんかバキッっていうようなグシュッっていうようなそういう感覚を結構伝えてるんですけど、そうすると当たりも熱いし、ぐっとこう落ちるボールが打てるかなと思うので、スピンは多くかかりすぎないけども、あまりにもかかりすぎるとね、ちょっと失速するっていうのがねやっぱ良くないよね、フォアハンドはね。だからこう縦ガットでボールをしっかりと潰していくっていう。なるほどね。でここのフィニッシュはジュニアなんかにはもうこういう軌道っていうふうにも指導してしまうんだけど、結構ここがね感覚が難しいですよね。まずはやることはテイクバック、動き出しで打っていくっていう。で打ち出しは股関節からっていう。ちょっとやっぱここっすね。ちょっと僕肩甲骨の方ちょっと興味あるな。これをちょっっと意識してみようかな。ぜひぜひ。今回はフォアハンドになりましたけども、いろいろ杉山愛流としてなんか逆に僕懐かしかったです。昔なんか変わってないから言われてたこともちょっと思い出したような気がしました。ありがとうございました。ありがとうございました。チームスタテニのメンバーになりませんか？僕たちの特別レッスンを配信中です。僕らの経験と知識が詰まったワンランク上のレッスンをお届けしています。まずは無料トライアルでぜひ体験してみてください。一緒にテニスをしましょう。